はい、地球の無限男女です。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。とっくん、ここ目の前にあるのは充電式のエアブラシなんですよ。充電式エアブラシって一時めちゃくちゃ話題になってて、お店で仕入れられるといえば、エアテックスさんが出してて、で今ちょっとカタログから抜けちゃってるんですけどね。で、あと青島さんも充電式のエアブラシ作ってくれたんですよ。それが瞬殺でなくなって、みんな充電式エアブラシを探してますっていう声があって、だから青島さんとエアテックスさんでもう仕入れられないんだから地球堂にはもう全然ないと。一回ね、すごい使ってみたいなって思ってたんですよ。そんな中、今回ですね、S パワー充電式エアブラシ、これをですね、レビューしてほしいという依頼を受けまして、今手元にうちにあるわけですよ。これ Amazon でしか買えないんですね。地球堂で仕入れることができないのは非常に残念なんですけど、これをだから逆にね、僕だったら買うかどうかとか、そういったところを真剣にね、レビューしていこうと、生な声を聞かせちゃおうかなと思っておりますので、ぜひぜひお楽しみにしてもらえたらと思います。まずはですね、入っているものを順番に紹介したいと思います。これがだからもうコンプレッサーなんですよね。これで風を起こすことができる装置です。重さなんかもね、後で喋りたいと思うんですけども。で、続いて電池が2つ。これは2個あるのいいですよね。1個ね、電池が切れた時はもう片方充電しておけばもうずっと稼働させることができますので、その時間気にしなくていいのかなと。はい、あとはエアブラシです。これ合計 0.3 になってます。続いて電池をね充電する USB 端子とコードなんですけど、あれでいいですよね。コンビニとかで売ってるやつですから、ほんとよく見るタイプのものです。これが特殊形状だといちいちカスタマーに電話しなきゃいけなくなるので、僕は iPhone だからこれダメなやつだけどね。何の情報だはい、あとジョイント各種、このジョイントも詳しく後で説明できたらと思うんですけどもね。というわけで中に入っているのは以上こんな感じになります。では早速組んでいろいろ調べましたので、そこをお伝えできたらなと思います。これはですね組んだ状態なんですけども、持ち手がここねくぼんでるんで、ここは持ち手かなと思うと、実際持つ時ってもうちょっと上なので、本当ここら辺上側を持つような感じになります。普段エアブラシを吹いてる、僕からするとやっぱりここにコンプレッサーがついてるわけなんで、シンプルに重たいです。軽いですねとはちょっと言えないというかね、もうエアブラシプラスアルファついてるんで、もうこれどうしても重たいです。どれぐらい重いかっていうのをちょっと実際に測ってみたいと思います。385g ですよ。僕華奢なんでね、ちょっと重いかなと思います。この重さを体感的にどうお伝えしたらいいかなっていうので、ちょっといろいろ測って考えてみたんですけど、クレオスさんのツールクリーナーあるじゃないですか。これにですねエアブラシを乗っけてこうした時と全く同じです。もうグラムもね超同じ。皆さんも手元にあるツールクリーナーとエアブラシ1本持っていただいて、こんな感じかと。パーツ数が少なければ全然いいんですけど、寿屋のパーツ不幸ってなったらこれは偉いことですよ。エアブラシを持っておられない方、同じくクレオスさんのこの特大サイズ、これがね全く一緒なんですよ。だからだいたいこれ1本分の重さ、ペットボトルの半分ぐらいですかね。だからこれをずっと持ち続けているというような感じになります。でこれの僕なりの解決方法ももちろんあるんで、とりあえずはこう持ってて長時間はちょっと僕はしんどいかなっていう話ですね。はい、続いては持ちやすさみたいなところを説明できたらと思うんですけど、これ今本体とエアブラシを直接つなげると、エアバルブがこの間に入ってないのでシングルアクションになるんですね。ボタンを後ろに引いたら塗料が出ると。シングルアクションの場合つかめるかなっていう感じなんですけど、これ実はダブルアクションにすることもできるんですね。これがですねダブルアクションにした状態なんですけども、ジョイントが2つ入るんですよね。これがエアバルブジョイントと、あとここが間をつなげるジョイントですね。でこれどちらも8分の1の規格サイズになっているので、他のメーカーさんとも合うような、一般的なサイズになってるんですけども、そのジョイントを2つつけるので、こんだけちょっと首が長くなるんですね。そうするとここが持ち手だと思ってたのがもっと上になって、どっちかというとこの親指と中指で支えてチューブラリンな状態で人差し指を持たないとちょっと使いにくい感じになります。重たいんで人差し指で後ろに下げるのが、ちょっとしんどい。慣れればいいんですけど、人によっては親指の方がいいかなとか、ちょっと普通と違う持ち方の方が楽かなとかって一見検証したくなっちゃうぐらい、人差し指で後ろに下げるのはちょっとやりにくくはなります。だからやっぱそれはもうここにコンプレッサーついてるから、仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、ここを持つことが今度全然なくなってもこんな感じになるんですね。もうかなり上側を持つ感じになります。では続いては圧の方をね、レギュレーターをこの間に挟んで、数字で見える化してお伝えできたらと思うんですけども、でこれちょっと分解する際に注意があって、ここのジョイントって1回締めたらなかなか取れないです。なんで
これはタオルとか巻いてペンチでこうやらないと手ではねもう取れないぐらいね、だからそういう意味ではいいんですよ。このエアーが漏れないですから、かなりかっちりと根元が締まるので、じゃあ今からこの間にレギュレーター挟んで数値見ていきたいと思います。こんな感じで間にレギュレーター挟んでみました。これやっぱり標準の8分の1の規格でやってくださってるので、他のメーカーさんともこうやってバッチリ合うことができますよね。今からスイッチを押して、圧を調べてみたいと思います。音に注目なんですけど、そんなにうるさくはないですよ。でいきます。はい、こんな感じですかね。だからこの電源を入れた状態では 0.17 ぐらいを指してると思うんですね。でこれでエアブラシを使うとどれくらい下がるかというと、だいたい 0.05 から 0.04 ぐらい、大面積を塗るために、0.5 はでも自分で吹いてみた感じは全然吹けたんですけど、それ以上口径大きくなってくるとちょっとしんどいのかなと。ではですね、今圧をね見てもらったんですけども、これ実は電池フル充電の状態のものです。気になる方多いと思うんですけども、これ使ってる間に圧が下がったりするんじゃないかとか、そういったところあると思うんですよね。で僕も実際使ってみたんですよ。1時間ずっとこう押してましたから、グーってこれがね下がらないんですよ。メーカーの方に質問したら、これ実は電池の中に低圧マザーボードっていうのが入ってるそうで、電池がなくなる直前までずっと圧が一定になるようになってるんですって。この電池が途中で圧が下がったりする心配もないですし、で僕は切れる直前までずっと押してみたんですけど、急にバツンって切れます。塗装中に電池が急になくなったら飛び散るんじゃないかなと思って、その直前までの充電をこう繰り返して実験したんですけど、何回やっても飛び散ったりしないんですよね。なんですごくそこはもう高評価ですよね。圧が下がらないんで、だいたいこう家にコンプレッサーを置けない方ってどうするかっていうと、このね充電式を買うかで、昔は缶スプレーのエア缶つけてやる。であれはどうしても圧が下がるんですよ。だからやっぱりコンプレッサー買わないといけないのかなっていうね感じになってたと思うんですけども、そういった意味ではこの充電式、これ家にコンプレッサーを置けない環境の方はもうこれはすごくいいですよね。それでは次は、吹き心地というか、スプーンに簡単ですけどね、塗装してみたいと思います。それでは吹いていきたいと思います。今回はタミヤさんのラッカー塗料ブラックを使ってますからね。はい、じゃあ見ていきたいと思います。音はだからやっぱりそのブースの方が大きいぐらい、コンプレッサーの音は本当あんま気にならないです。じゃあいきます。本当に吹き心地はいつもの感じというか、あんまり、特にいいとか悪いとかはないですね。全然問題なく、本当綺麗に吹けてるんじゃないですかね。サーフェイサーも何もしてないですけど、こんな感じで、全くなんか問題があるということはないですね。全然うまく吹けてます。というわけで塗装を実際してみたんですけども、もう全然問題なく、特に吹きにくいとかないですし、それはすごい高いエアブラシと比べたらそれは落ちるのかもしれないですけど、これは後でお値段言うんですけども、めちゃくちゃ安いですから、それで考えたらもう全然十分なエアブラシだと思いますよ。あとはこのカップとエアブラシが一体式になってて、でこの中がですね、こんな感じでちょっと幅が広いので洗浄もしやすいんですよね。そういった意味では初めて使うエアブラシの形としては理想的な形のエアブラシをつけてもらってるんじゃないかなと思います。あとはですね、この充電式のエアブラシでいろいろ遊んでみたので、それをちょっと紹介できたらと思います。まずはですね、このコンプレッサーの部分とエアブラシの間にこうやってホースつなげてみました。やっぱり僕は重く感じるんですよね。一回充電式タイプって使ってみたいなと思った時に、一番最初に思ったのが、この下にこんなでっかいのついて重くないって思ってて、で持ってみたらやっぱ僕は重いと思うんですよね。だから間にホースをこうやって、耐えられる人は耐えますよ、絶対。握力ある人は。僕はないんですよ。で女性の方もやっぱちょっと重たいかなと思います。なんでこうやってホースつけるとね、こうやってできますから。買わなきゃいけないのがこのホースと、あとここのジョイント部分、これ全部クレオスさんで出てますし、他のメーカーさんももちろん出してますけど、こういうジョイントをちゃんと間に挟めば8分の1規格なので、こうやって合わせて使うことができます。で僕とっくんこれ何ですか？これあれなんですよ、カリスマ美容師がよくつけてるやつ。
もうこれめちゃくちゃ憧れてて、自分が店継ぐって言った時に一番最初に買ったやつなんですよ。エプロンよりも真っ先にこれ買ったんですよ。僕ここになんかこうニッパーとかマイナスドライバーとか入れてやってたんだけど、全部絵が足りなくて、これでこう入れては開いたってなるっていうね。でこれの使いどころいつかと思ってたんですけどね、ついに使えるようになったんですよ、特訓。ほら、どうやってボタンを押すんですか？あ、本当だちょっと待ってよ、そういうこと？こうやって押して、ほら、これで俺あれほらこれで僕あれですよ、一昔前のカリスマ模型店長ですよ。その顔やめてよ、もうまあこんな感じでね、ポケットに入れてね、もう外でも重さを感じずに食えるんじゃないですか、こうやってね。はい、っていう小ネタでした。はいこれ本当バカだよね、これこれちょっと笑っちゃうんですけども、これ間ダストキャッチャー入れてみたんです。これはもう絶対危ないからやめた方がいいですね。これ落としたら多分根元がポッキリいっちゃうんで、間に挟んでみたんですけど、いいことは一つもなさそうなんで、これはやめときましょう。はい、続きまして、エアブラシが交換できるんですけども、トリガータイプにしたら急にめちゃくちゃ使いやすくなるんですよ。握り方が人差し指でなんとなくこのフラフラしながら支えてる中から、人差し指が下に行くことによってこの安定感ですよ。ほら、これは重さ感じないです。これちょっと持ってみると、すごくない？この手のはまり方やばくない？これ正解でしょこれめちゃくちゃ正解ですよ。まあこれ今回 0.5 の口径のトリガーで、まあ 0.5 も使えなくはないってさっき話したんですけども、まあ、できれば圧の感じでいくと 0.3 のトリガータイプ買ってもらったらびっくりするほど使いやすくなるんでやばいでしょこれ。僕正解見つけたんですよこれっていうか、これあれなんですよね、これでリリースしてほしい本当に。これもう持っておられる方はトリガータイプしてみてください。びっくりするから、これ本当に霧吹きだよね、これ感覚としてすごいね良くなったんですよ。だからあんなに重いって言ってた伏線はこれですよ。僕これが紹介したかった。これだったら僕欲しい、トリガータイプで出してほしいかな。本当にびっくりするぐらい変わるんで、ぜひちょっと試してもらえたらと思います。というわけでですね、今回いろいろ紹介しましたけども、 S パワーの充電式のねエアブラシになってます。まあ動画の冒頭で話したんですけども、これ僕が買うかどうかっていうところなんですけど、僕はまあ家にコンプレッサーを置く環境があるので、まあわざわざにここを重たくしてまで、買うかっていうとちょっと疑問なんですけども、どうしても部屋に置けなくてエアカンでやっておられる方、これは圧がずっと一定なのはもう本当に魅力的なんで、そういう方は絶対買った方がいいです。お値段なんですけど、これがエアブラシとコンプレッサーついて、まあ Amazon 価格なんで変わることはあるかもしれませんけども、5999円と安い。もうなんかいろんなことが OK ってなっちゃう安さよね。 Amazon すごいね本当にね。だからまずはそのエアブラシを試してやりたいで、エアカンじゃなくてコンプレッサーでどんなもんかやってみたいっていう方はもうぜひぜひこれおすすめです。仕入れるかどうかなんですけども、これぜひね僕仕入れさせてもらいたいなと思うんですけど、これトリガータイプだったらめっちゃ仕入れたい。僕提案しますよこれ。ダブルアクションじゃなくてトリガータイプが絶対いいんで、だからもう 2,3000 高くなっても全然いいと思うんですよねっていう提案で、ぜひぜひご検討くださいということで、こんな感じでね終わっていきましょうかね。コメントでもいろいろまずこういう使用感どうなんですとか言っていただけたら、今こうやって持ってますんで、自分で試してこういうことできますよとかっていうのは全然コメントしていきたいと思います。それではこんな感じで終わっていきたいと思います。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。